はい、どうも藤井です。今回紹介するのは黒色エレジーです。このバンドは自分が動画で取り上げる中では最もマイナーな存在になるかもしれません。メジャーレーベルに所属もしていませんでしたし、フルアルバムすら残していません。しかし自分にとってはとても重要なバンドで、もっともっと多くの人に知ってもらいたいバンドでもあります。80年代のインディーズシーンで得意な輝きを見せた黒色エレジーについて今回は語ります。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国を中心に徐々に範囲を広げていくつもりなのでよろしくお願いします。黒色エレジーは1985年頃岡山県で結成されています。前身になったのは肉弾というパンクバンドで、肉弾が活動休止状態になったところでギターの一郎さん、ベースの光一さんがボーカルの京子さん、ドラムの安幸さんに声をかけ結成されました。インディーズのオムニバスに数曲参加した後、1986年に4曲入りの12インチレコードを自主制作で発表します。それがこちらになります。バンド名と曲名と、非常にシンプルなデザインですが、このバンドの世界観を表した良いジャケットだと思います。1曲目、花粉犯罪。急性なビートにグネグネと絡みついていくようなギターとベース、そこにドスの効いた女性ボーカルが乗りますが、サビでは幼女のようなファルセットに、どこか江戸川乱歩の幻想小説のようなイメージを当時の自分は感じました。2曲目、夢のなる頃。印象的なベースラインから始まり徐々に盛り上がっていきます。ボーカルは日本の伝統的な歌い方をしているように聞こえますが、非常にクールでかっこいいです。歌詞はやはり幻想的でイマジネーションをかきたてられますが、どこか古めかしく恐ろしい印象を受けます。 B 面、表記では Z 面になってますね。3曲目はファーストデイ安息日。冒頭のギターリフが耳に残りますね。緊迫感と開放感を繰り返す曲展開。歌詞はどこか不穏な響きが多く含まれています。4曲目はヌエの思い。うねうねとしたリズム体にフィードバックを多用したギターが絡みます。そしてボーカルの大半はスキャットで歌われ、暗闇へと誘い込まれていくようなそんな気持ちになります。そこから後半にかけてはバンドのアンサンブルと構成で聴かせます。曲としては同じことの繰り返しですけど、本当にかっこいい演奏なんですよね。はい、以上4曲入りの EP ということになりますかね。黒色エレジーの音楽性をカテゴライズするなら、ポストパンクで、ゴシックロックという風になると思います。それは実際にそうで、自分も初めて聞いた時は日本にこんなスージー&ザ・バンシーズのようなバンドがいるなんてと、そう思って、それが取っかかりになって好きになりました。演奏面でもディレイやフィードバックを駆使する鋭い音のギター、モジュレーションのかかったうねるベースなど、ポストパンク、ゴシック系を踏襲したサウンドが聞かれます。またはバンド名が示すように黒、闇、夜といったダークなイメージ、そういったことから黒色エレジーはゴシックバンドとして認知されていると思います。しかしよくよく考えてみたら、ゴシックって極めて西洋ヨーロッパ的な概念ですよね。でも黒色エレジーの曲を聴いて思い浮かぶイメージってどうでしょうか。自分は極めて日本的なイメージが頭に思い浮かびます。時代的には戦前、大正とか明治、いやもっともっと昔の時代でしょうか。実際の話、リーダーの一郎さんはインタビューで民族学、神秘学、または寺山修司などをモチーフや影響元として語っています。ここが黒色エレジーの秀でたところだと思います。日本人にしかできない日本的な曲奏でありながら、ゴシックロックとしても極めて高いレベルで成立している。そしてその和と洋の融合に違和感を感じない、ナチュラルに成し得ているように見えるのが素晴らしいです。イギリスのゴシックバンドがゴシックホラーを通じて
中世ヨーロッパとイメージがリンクしていったように、黒色エレジーは民族学、神秘学などから日本の忘れ去られた影のようなものを表現しようとした、ある意味肝骨脱退のようなことをやっていたのではないでしょうか。はい。で、自分がどうやって黒色エレジーと出会ったかというと、自分の話ではたびたび出てくる N 君って友達がいまして、確か14、15歳の頃よく家に遊びに行ってたんですけど、 N 君のお兄さんが、たくさんマニアックなレコードを持っていて、バンドもやっている人だったんですね。それである時、そのお兄さんの部屋のとこに数枚同じレコードが置いてあるんですね。で、これなんだろうと思って、こう見てもバンド名と曲名ぐらいしか書いてないし、このジャケットの感じとか見て、ちょっと怖いもの見たさみたいな感じで聞いてみたいなって言って、で聞いてみたら、これすごい好きだってなったんです。ちなみにその時は N 君と2人でこれ黒色エレジーって言ってましたね。で、なんでこのお兄さんは何枚も同じレコードを持っていたかというと、要は黒色エレジーのメンバーとバンド仲間、お友達だったんですね。いわば身内だったので、売りさばくのを手伝ってたかなんかそんな感じだと思います。ちなみにこのレコードはしばらくしてから自分でも買いました。これは岡山表町商店街にあったテート無線で買いましたね。インディーズのレコードはよくそこで買っていました。その後の黒色エレジーは1988年にトランスレコードより2枚目の4曲入り12インチ EP を発表します。トランスレコードは雑誌フールズメイトの初代編集長で YBO2 というバンドをやっていた北村正史さんが設立したインディーズレーベルです。ダークな印象のレーベルカラーで、当時のインディーズシーンの中でブランド力、ネームバリューを持ったレーベルでした。トランスレコードから作品を出したことで、黒色エレジーは広く知られていくようになりました。しかし89年頃にはトランスレコードは活動を停止して、この12インチシングル神々のレース、虹と蛇のブルースは実質自主レーベルからの発売ということでしょうか。詳細はわからないんですが、でこれが発表された1989年頃に活動拠点を東京に移しています。しかし1年ほどでギターのイチローさんが脱退してしまい、その後しばらくバンドは存続していたようですが、1992年か3年には解散してしまったようです。その後ボーカルの京子さんはハーピーを結成、またボアダムスの吉見さんと OOIOO を結成しますが、こちらはファーストアルバムの後脱退していますね。その後も東京で音楽活動を続けていたようですが、残念ながら2015年に病気のため亡くなられています。他のメンバーの方は特に表立った音楽活動はされていないようですね。で、1993年にトランスレコードの後継にあたる SSE から全てのスタジオ録音を収録したエソドリックマニアという CD が出ています。これを当時買わなかったことを自分はひどく後悔しました。アナログプレイヤーを持っていなかった時期に、聞きたいと思っても、これが結構なプレネになっていて手が出なかったんですね。しかし2020年の暮れになって、全てのスタジオ録音と未発表ライブの音源からなる2枚組の CD が発売になりました。ちなみにこれサブスクにもあるので、本当に数年前では考えられないほど手軽に黒色エレジーが聴けるようになりましたね。はい、というわけで黒色エレジー、自分は友達のお兄さんの友達という結構近いところにいた存在だったんですね。しかし当時実際にライブとかを見ることはできませんでした。というのも80年代後半くらいのライブハウスっていうのがとても怖いところだと思っていて、15歳くらいの自分は行く勇気がなかったんですね。で、今はめちゃめちゃお世話になっているライブハウスのペパーランド、当時はいつも革ジャンを着て髪の毛を逆立てた人たちがたむろしているイメージがあって、近づくのもハラハラドキドキする感じで、中に入るなんてとてもじゃないけど無理って思ってましたね。しかし今になってライブ音源などを聞くと非常に高い演奏力を持ったバンドだとわかるし、一度は生で見たかったなと思い、そこは悔やまれますね。
それで自分は2000年代になってからライブハウスペパーランドとかに通うようになるんですけど、そこで、黒色エレジーの話をちらほら聞くこともあります。で、今一緒にバンドをやっている人が、ちょっと上の世代の人で、その方とかもろに黒色エレジーと交流があった人なんですね。で、そういう関係もあってか、ギターのイチローさんとは何度かお会いしたことがあります。まあ挨拶程度の会話しかしたことはないんですけど、なので自分にとって黒色エレジーっていうのは非常に近く感じられる存在なのですが、でも実際にはバンドとしてはレコード音源でしか触れたことがなくって、それでその音楽性というものがとても神秘的で、どこかもう崇高な感じさえするもので、近くにいるのに手の届かない存在というか、そんな感じがします。はい、今回は自分の地元岡山出身のバンド黒色エレジーを紹介しました。このチャンネルでは音盤よまよいごとといって1枚のアルバムをじっくり喋るシリーズと、ジャンルを解説したりする特集企画、あと楽器を弾いたりもしてるんで、よろしかったら他の動画も見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。